ペンネームむっちゃん、30代の女性からいただいた相談です。大悟和尚様、こんにちは。いつも YouTube で拝見させていただいています。今回どうしても相談したいことがあり、質問を送らせていただきました。この度コロナウイルスが流行し、日本中、世界中で恐怖と混乱を招いています。仏教では恐怖は存在しないと存じ上げていますが、大悟和尚様は今回のコロナウイルス流行に対してどのように捉えられているのか気になりました。私は医療従事者で、一般的に言われているようにうがい、手洗い、消毒、マスクの着用、不要な外出は控えるというのは行っています。しかし、もしこれで感染したのなら仕方がないのかなとも思います。恐怖でどこにも出かけられないマスクや消毒を大量に購入するなど、極度に恐怖を感じることに違和感があり、逆に無関心すぎると、もし自分が感染した場合は人に迷惑をかけることになるので、無関心なのも違和感を覚えます。人は生きたいという本能的なものからこのように恐怖を感じるのでしょうか。この先も必ず新たな感染症は発見されます。その時も落ち着いてどう捉えて行動し、それらに対する正しい見方を教えていただければ幸いです。拙なくまとまりのない文章ですが、大悟和尚様に伝わればと思います。皆さんの少しでもの救いになりますように。お釈迦様の言葉に、無知の者は恐怖し、無知の者は歓喜すというものがあります。知恵のない者は恐怖し、知恵のある者は喜ぶ。ムチャさんの質問にあります。今新型コロナウイルスが非常に世間に大きな影響を与えている。子どもたちの学校も休みになったり、株価は大暴落して、そして本当に人々の生活にも制限が出ている。でこういう中で仏教では恐れるなということを、恐怖をしない、そういう境地に達した人がお坊さんだったり仏教者である、そのように思われているかもしれませんけれども、実はそうではないっていうことです。例えば私たちが車に乗ると、車にはアクセルとブレーキがついています。加速をした時には思い切りアクセルが踏める。でも止まらなければいけない時には思い切りブレーキが踏める。思い切ってブレーキを踏めない人、思い切ってアクセルを踏めない人、アクセルとブレーキがついていながら、実はこれがちゃんと踏めない人の方が多いんです。思い切りアクセルを踏める、思い切りブレーキを踏める。レーサーと言われる人たちはこれができる。で何をこれを意味しているかっていうと、恐怖というものは恐怖を感じるということも必要だし、恐怖を必要以上に感じないようにするということも大事。実はこれは両方大事なんです。さて、ムチャさんがまさに言う通り、私はこの今新型コロナウイルスで世界が混乱に陥っている、こういう時に必要な姿勢というのは、正しく恐れるということ。全く新型コロナウイルスそんな平気だよ、これもまた違った姿勢。そして必要以上に恐れおののいて、どうしようってニュースを見るたびにですね、また感染拡大、また感染拡大、うちの近くの市でも発生した。でどんどんただやみくもに恐れていく。これもまた望ましい態度ではないと。正しく恐れるということがとっても大事なんです。で、私がとってもこういう時に重要だと思うことは、正しく恐れるということと同時にとっても重要だと思うことは何かって言ったら、今回の新型コロナウイルスというのは私たちの肉体を脅かすものですよね。で、目に見えるものでないので余計これが怖いんですけども、このね、目に見えない病気として実は今世の中で起きていること、皆さんが感染していってる
という病気が新型コロナウイルスという恐れと同時にですね、実は同時に発生しているとても恐ろしい病気があるんです。でこれは新型コロナウイルスにおいてね、陽性でない人も感染してない人もすでに感染しかかっているという恐ろしい病気があるんです。でここに気づいてほしい。でこれが何かというとですね、仏教でいうところの三毒という心の感染症にかかってるんですよ。で三毒っていうのは改めてここでまた説明をさせていただくと、貪瞋痴という3つの猛毒に侵されてるんです。むっちゃんさんも医療従事者であれば当然のごとくご存知だと思いますけれども、私たちの体っていうのはね、実はがんということを、病院でねお医者さんに「あなたはがんですよ」って言われなくても、常にがんというものは私たちの中で毎日のように発生してますよね。ただ免疫によって抑え込んでいる。免疫力によってそのがん細胞が暴れ出さないようになっている。けれども健康体の人も実は私たちの体の中にがん細胞っていうのは常に発生している。けれども先ほど言ったように健康な人はそれが暴れ出して増殖していくということを抑えている。これと同じで三毒という病は常に私たちが心の中にウイルスとして持っているんですね。ところがこれらがね暴れ出してくるっていうのが今回のように社会的な混乱が起きた時なんですよ。この有事の時に私たちの心の中にもともと持っている三毒というウイルスが暴れ出すんですよ。でこの三毒、貪瞋痴、欲と怒りと愚かさですよね。でこの欲というのが暴れ出すのがどういうことかって、今回のコロナウイルスの件で見てみてください。通常だったら600円で売っているマスクがインターネットで6000円とか1万円とかで取引されている。本当にそれを必要としている人がいるのに、そこの人々の弱みにつけ込んで、この時にね大儲けしようとする人がいるんです。これも欲です。それと同時によくね、例えばトイレットペーパーの買い占めっていうのもそういうことだと思いますけれども、皆さんねやっぱり自分を守りたいっていう本能がある。自分だけは助かりたいっていうそういう思いがあると当然です。けれどもこの強烈な欲にねブレーキがかかると、そうすると道徳感というのはなくなっちゃうわけですね。自分さえ助かればいいっていうことに、これも強烈な欲です。このことによって必要以上の買い占めが起こってしまう。必要な分は買えばいいですよ。でも他の人たちは置いといて我先っていうことが起きてしまう。これが貪です。次に瞋ですけれども、マスクを買うために、トイレットペーパーを買うためにとか物資を買うためにって並んでる人たちの間でね、もう順番を争って喧嘩になってしまって、殴り合いの喧嘩になったということが報道されたりします。あるいは今回のことを機にね、例えば中国の武漢でそのコロナウイルスの最初の発生の患者さんが出たということから、今中国が一番このコロナウイルスの感染者が多いですよね。それによって死亡なさっている方も多いということでですね、もともと中国に対して、中国の方に対して何かしらの偏見を持っていたりする方々はね、うわ中国人怖いって、でそういうことが今度起きてしまうんです。中国人の友達いますか？中国人と恋人になったことありますか？中国という国に対しての偏見、コロナウイルスの件が起きる前から私たちの心の中に潜伏していた偏見、これが差別となしてこういう時に出てくる。これも一種の怒りです。私たちの不満、私たちの偏見、そういう小さく私たちの心の中にコロナウイルスのことが起きる等の前から潜伏していたウイルスたちが、怒りというウイルスたちがこういうことが起きた時に暴れ出すんです。さて3つ目の知というのは愚かなことです。無知であることです。こういった社会の混乱の時にね、
さまざまな憶測や情報が飛び交います。けれども私たちはついね、そういったものの発信源がどこにあるのか、誰が言ってるのか、根拠があるのか、今何が本当かっていうのは分からないですよね、私たちにとってね。マスクをしたら予防になるのか、いやそれはならないとか、手洗いうがい、そういったものは確かに感染を防ぐとか、そういうことの抑止力にはなるけれども、実際のところどうなのかっていうのは実は分かってないのかもしれない。何が何だか分からない。いやだからこそ私たちはそういった情報をちゃんとね、自分で落ち着いてね、何が本当に大事なのか、何が正しいことなのか、それはどこまで行っても何が本当で何が正しいかっていうのは後になってみないと分からないのかもしれない。でも知れないからこそちょっとした噂話に一喜一憂したりとか左右されるんではなくって、ちゃんとね、これは誰が言ってるんだろう、どういう根拠で言ってるんだろうということをきちんと冷静に判断して、そしてその冷静な判断のもとに私たちの行動をきちんと整えていかなければいけない。でこれが愚かさを克服するということです。今回のコロナウイルスで今社会に起きていること、これは実は皆さんの心の中、一人一人の心の中に起きていることなんです。私よく言いますけども、景気というのは何かというと、人々の経済的な社会の経済に対しての感じている気持ちなんです。これが景気なんです。だから皆さんが必要以上に気を弱らせれば、損なえば、マイナスの気を持てば、社会はどんどん経済的にも混乱していきます。手放しで大丈夫だよっていう、これもまた違う。でも必要以上に恐れおののいてね、愚かにあたふたする、これもまた違う。だから正しく恐れるということなんです。車という危険な、一歩間違えればね、ぶつかったら命を、乗せている全員の命を奪う、それどころかぶつかった先にいた命まで奪ってしまうという危険な乗り物を常に私たちは運転してますよね。この時に大事なことは、適切にブレーキを踏み、適切にアクセルを踏むことができるということなんです。私たちの生活の中には常にこの一見矛盾するようなアクセルとブレーキというものが存在しています。私たちの心の中にね、恐怖というものがある。恐怖というのは感じなければまた危険を避けることができない。やめておくということができない。怖がるということもまた私たちが持っているとても大事な心の能力なんです。けれども恐れないということもまた同時に大事な能力なんです。だからこの正しく恐れるということがとっても大切。恐れを抱きながら恐れに振り回されない。これが仏教で教えるところの恐怖だということなんです。一切の恐怖心を感じないという意味ではない。だからむっちゃんさんの今回挙げていただいた見解というのはとても正しいスタンスだと思います。取れるべき措置をちゃんと取る。今専門家たちがきちんと検証して言ってくれているアドバイスは、それはもう 100% 正しいかどうかって疑い始めたらキリがないんですけど、とりあえず今言われている予防策というものは取れるものをちゃんと取るっていうこと、その上で必要以上にこの三毒に振り回されないということ。コロナウイルスに感染していない人もすでに感染している心の病、この貪嗔痴の病、こっちの方がよっぽど恐ろしかったりするんですよ、実は。私たちは歴史を振り返ってみるとね、人類というのは多くの危機にかつてさらされてきたんですよ。コロナウイルスは今回ですけれども、昔ね、チフスとかペストとかいろいろな結核といろんな病気があったじゃないですか。だけれどもかつて14世紀にヨーロッパで大流行した、これももともとはその前に中国で流行ったんですけど、ペストというものがありますよ。でもこのペストの14世紀のヨーロッパで流行ったペストの時にね、たくさんのユダヤ人の方々が迫害された。それももともとユダヤ人に対して持っていた偏見、これがですね、ペストというきっかけに人々の心の中で暴走して、そして悲惨な歴史を作ったんですよ。
今の時代になっても同じことを私たちはしてしまう可能性がある。けれどもね、今そういった人類の危機を先人たちはちゃんと乗り越えてきたじゃないですか。でむっちゃんさんがおっしゃるように、これからも実はいやもっとね、今後は強力な感染症っていうのが出てくる可能性がありますよ。その時にどうする、これは一人一人に問われてるんです。今インターネットや本当にインフラが整ってですね、困っている人たちの物資も昔から比べたら、14世紀に比べたらね、すごいインフラが整ってるじゃないですか。情報、そして交通も含めて。なので問題が起きた時の対処解決っていうのもスピードも速くなってるはずなんです。でこういう時こそね、私たちがネガティブな感情で毎日毎日どうしようどうしよう、怖い怖い怖いってただ恐れをのいているとどうなるかって言ったら、精神的なストレスが募って健康な人も免疫力が落ちてどんどん感染しやすくなるんですよ。ね、ですから処方箋は何か、できるだけ私たちの心を正しく恐れるっていうことをベースに、今マイナスに世の中は触れていて、気持ちもマイナスに触れているからこそ、ネガティブに触れているからこそ、バランスをちゃんと取らなきゃいけないですよ。ね、運動も制限されているけれども体を動かせるところでは動かす。そしてできるだけ私たちが楽観的っていうんじゃないんですけども、ポジティブな思考っていうものを持つ必要があるんです。大丈夫だって、一生懸命ね、世界中で優秀な人たちが戦ってくれてるんだと。で自分はこういうことに対して何にもできないけれども、せめて自分からユーモアを言ったりとかね、明るい話題を出したりして明るい気持ちみんなをしよう。そんなことぐらいだったら誰でもできるじゃないですか。ね、政府が悪い、誰での医療機関の対応が悪いとか、人を叩くことじゃなくて、あなたもこのコロナウイルスの危機から私たち自身を救っていくためのとっても大事な役割をみんな担ってるんですよ。わかりますか？世界は私たち一人一人個人の集まりでできてるんですから。でそれを、いや私は医学的な知識もないし、いや別にその政治のことなんかわからないし、何にも世の中に対しての影響力がないと、みんなそう思ってるんです。違うんですよ。違うんです。気というものは一人一人の気持ちなんです。だからあなたからこういう時にね、こういう混乱の時にみんなが分断するんじゃなくて、みんながね、よし、せめて私たちが今日一日明るく言葉を掛け合って過ごすだけで元気を取り戻そうよと。そういう協力だったら誰でもできるでしょ。子供でもお年寄りでも病院のベッドに今伏してる人でもできるはずなんですよ。でそんな協力をしてみんながつながっていって、みんなでこれを乗り越えていくっていうつもり、その主人公は医療従事者の方だけでなく、政治家の方だけでなく、あなたなんです。でこのことを忘れないでほしい。せめて自分の心の中にね、三毒と呼ばれるウイルスが暴れ出していく、これを抑えることができるはずなんです。これが私たちのできる非常に有効で効果のある、何人でもできるというコロナウイルスに対しての対処法、立派な対処法だと思います。ぜひ物理的なこと、体に起きることってそういうことだけでなくてね、私たちの心に起きているこのウイルス感染症、これをせめて広げないようにっていうこと、このことを心して過ごしていただくというのが、僧侶としてね、私が現在のこの質問に対して答えられる一つ、提起できるという知恵なのかなと思います。ということで、むっちゃんさん、今回このようなね質問を挙げてくださって本当にありがとうございました。みんな今このようなことに、心を痛めていると思います。で実はちょうどこのむっちゃんさんからの質問を収録している、前日ですね、撮っている、今日昨日一昨日と関東の方で、6社新聞とか雑誌とかラジオ番組とかそういった媒体さんからの取材に私も答えてきました。で皆さんね、今回の新型コロナウイルスに対してこの人々の混乱に対してね、和尚としてどのような心構えでいたらいいのかということを何かご教示いただけますかっていう質問、
各社とも皆さん同じ質問を、私に対しての質問の中にですね挙げられていました。でその中で今回答えたのが今のね、正しく恐れるということ、そしてみんなコロナウイルスということに、興味関心があってそれに対して恐れてるけども、実は同時に恐れなければいけない心のウイルスね、この三毒のウイルス、ぜひこれに皆さん毒されないように自分自身をちゃんと見てください。自分が三毒に関しては全責任を負いますからね。そうでしょう、政府の責任じゃないですよ。あなたの責任です。あなたの中の三毒のウイルスを暴走させるのはあなたなんですよ。あなたがちゃんとそれをコントロールしなければいけない。それを治せるのもあなたなんです。ですから心のウイルスに関してはあなたが政治家であり、あなたが医療従事者であるんですよね。責任を持っているということ、ぜひこのことを忘れないで、みんなで気持ちを前向きに持ってね、今回の混乱を乗り越えていきたいものですよね。頑張りましょう。